今日はこの思いのまま梅ですね、これを植え替えていこうと思います。この植え替えに備えて一応乾かしてあります。今日は簡単そうですね。はい、じゃあ行ってみます。この思いのままはですね、去年2020年の、上野グリーンクラブで行われた集荷展で買いまして、800円でした。いやー安いですね。ただ安いんですけど、本来的にはあんまり僕は初心者の方とか初めての方に安いからって言ってこういうのを買ってもらうのはちょっとやめた方がいいんじゃないかなとは思ってます。買うとすればやっぱりちゃんとなんか鉢に入ったこういうのをね買った方が、一応初めてだと後々楽なので、こっちの方がいいかなと思います。それはねちょっとやりながら今日、何せポットですからね、根さばくのにすっごい時間かかると思うんで、その間に話の中でやっていこうと思います。よし、じゃあ早速やっていきましょうか。こういうポットのものよりはですね、こういうのに入ってた方がね、まずね根の処理がすっごい簡単なんですよ。どっちも抜けば似たようなもんではありますが、似てるんですけど、どっちかっていうと盆栽屋さんはこっちの方はちゃんとやってて、こっちはほったらかしになりがちなので、それしょうがないんですよね。商売なので、この800円しかしないものにですね一個一個力入れてたら成り立たないので、こういうのは結構ほったらかしになりがちです。で形もまだ全然作られてないし、時間かかるんですよやっぱり作るのに。それに比べてこういうのだと、ある程度はね形作られてるし根の処理もされてると思うので、ここからどうやって作っていくかって考えた方が本当は楽です。で一応次回ですね、次回あたりにはこっちのね鉢を変えようと、植え替えですねしようと思ってるんで、こっちの根がどうなってるかも見てもらって、見るとね多分そっちの方が絶対楽ってわかると思うので、それも楽しみにしててください。じゃあちょっとさばいていきましょう。最近はですね僕も何でもかんでもこの辺のレベルのものからは買わないようにはしてまして、僕は梅と松がすごい好きなので、その2種類だけだったら多分どっからでも根の処理めんどくさくてもやれると思うんですよ。なんですけどよくわかんないやつをですねちょっと熱量を持って一生懸命やるのはなかなか大変なので、よいしょ、できれば好きなやつだけやりたいなって感じですね。で、僕の好みの問題ではありますけど、人の作ったものが結構苦手というか、出来上がったものがね結構苦手なんですね僕はね。理由はですね、盆栽っぽい盆栽を作りたいと思ってないというか、できるだけ自然な感じに近づけたいというか、人工物の盆栽をですねそもそも自然の状態に近づけるっていうのはこれはどう考えても矛盾してるわけですよ。ただそれをどうしてもやりたくて、そういうのが好きだからしょうがないんですよねこれはね。で、よいしょ、あとそういう風に安い素材だとねあんま人の手の入ってない木の自然な状態、この梅なんかもうそのまま伸びてる感じですよね。このスーッとねこっから、こういう感じの方が僕は好きなのでやりがいがあるというか、それを買うと、お財布に優しいし僕の趣味にも合ってるっていう、なんかこう一石二鳥な感じですね。よいしょと。そういう素材はですねだいたい根がこう、綺麗に8方とか8方ですね、この幹に対して8方向に綺麗に伸びていない方のが多いので、まずそこから始めると。で根の処理から始めて、木を作っていくとやっぱり時間かかるのでね、もうあらかじめこういうのが欲しいっていうのがはっきりあって、その方向性のものが売ってる場合は、買った方がいいのかなとは思います。それを買ったとしても多分3000とか5000とかそんなもんだと思うので、例えばこっからですねそれを作ろうとして、こっちの甲州野梅も元はこんなんだったんですよ。でこれをここまでするのに確か3年ぐらいは経ってるような気もするので、3年間の労力を
この800円を買うか5000円を買うかで考えるとまあいいかなと。大人だったら働いてればまあそれぐらいのその時間短縮にね、差額はいくらだ4200円か払うぐらいはまあいいんじゃないのかなと思うので、そういうのを買った方がまあ盆栽屋さん的にも嬉しいでしょうし、よいしょ、買った方も楽ができていいかなと。まあ、もちろん好みのね形が出来上がってるものがあればの話ですけどね、僕の場合はそうじゃないのでわざわざこうやって一から作ると。あとはポット内でやるとね困ることって大体ね根が全然残せないっていうとこですね。こう普通の盆栽ってこう綺麗に8方向に伸びているので、そんなにこうあっちこっち切らなくても、まあ、結構大丈夫なんですよ。周りに出たのを切り戻して下ちょっと詰めてあげるぐらいで元のがこうね綺麗になっちゃうっていう、そういう感じなんですけど、こういう風にそのポットのまんまのやつはですね、だいたいどっか1箇所の根が、この枝に対するこの根がですねどっかぐわーっと伸びてて、あとのところはしょぼしょぼっていうことがまあ大半で、どうしても綺麗に作るにあたってある程度は思いっきり切り戻さないといけなくなっちゃうところがまああるわけですよ。でそうすると当然植え替え後の管理もまあちょっとね慎重にやんなきゃいけないし、その後の作り方っていうのも考えなきゃいけないよねっていう感じになるので、まあ楽じゃないですね、やっぱこっちを買うとね。もうすでに怪しい感じがしますね。なんか二股に分かれてきましたよこの辺どうなってんだろうなまあこれを蓋を開けて悪くても楽しめるようだったらやってもいいと思いますし、見たまんまの方でちゃんとね出来上がったやつがいいなってなった場合は、そりゃまあもうちゃんとお金出して買いましょうっていうことですね。うわすごいな思った以上にワイルドだな。でそうだから僕はまああんまりそんな興味がないというか、まあメインでやっていくつもりないんだけど少し気になってるっていうようなレベルのものに関しては、まあ、800円とかじゃなくて、まあ、1500円とか2000円かな、もうちょっと出して、少し処理がされてて、形がこういう風に作るべきものなんだなこの木はっていうのが分かるようなものを買ったりしてます。まあ、何でもかんでもねチャレンジしてると大変なので、棚の広さもありますし、自分のね日頃の管理の、時間もあるので、よいしょ、うわすごいな。ここからこう伸びてるのが1本、こう伸びてるのが1本、太いのが2本出てますね。どうしようかな。まあでもある程度まで切っちゃうんですけど、よいしょ、はい、そうやって困るんですよ大体根の処理で。で1回で全部作れなくて、あんまやりすぎるとねそのまま枯れちゃうので、これを数年にわたってですね育てていくと。でその間に根をちょっとずつ作っていって、まあうまいことできたらいいかなぐらいのことにねなっていくわけです。でも結構これはこれでいけるかな。ここの曲を生かしてこうやって立ってたものをこういう風に曲げてみてもいいし、ちょっとなんかいろいろ考えましょう。もうすでにですね埋まってた部分の半分ぐらいのところからもう根が出てなくてどうしようもないので、よいしょ、この部分ですね。まあもうそこは生かすっていうことで、無理になんか上の方に根っこを出させないで、その流れを生かして作りましょうか。その方が楽そうだな。たまにね太い根切ってると弾丸のように飛んできますねこれね根もですねバラ科なので、そういう根にね病気があるわけなんですけど、できることがあって、根頭眼種病だったかな。こんな上の方にできるかどうかは僕もね自分のがなったことないんで分かんないんですよ本当のとこ。ただ、根がねこう変な風にボコボコ太り始めまして、でそこに養分取られちゃうっていう病気ですね。無理しないでこんなもんであとは植え込もうかと思います。
さてここからはですね鉢に、この後入れていくんですが、入れるものも結構あって、今回僕はこのケンジーさんの作ったですね、浦和のケンジーさんの作った鉢ですね、これ結構お気に入りなので空いてるんでこれを使おうと思います。ただ、作りたいものによっては入れるものがまた変わってくると思うので、ざっとだけ説明を、一応培養目的に太らせたりとか、そうだな、もっと根の張りを良くするっていうんだったらこういうスリット鉢ですね、プラスチックのこういうのだったり、あとはダウン鉢、釉薬のかかってないですね。これでもダウン鉢っていうか素焼き鉢っぽいな、まあいいか。こういう陶器の鉢ですね、これに入れたりとかします。でスリット鉢もですね、いろんな形とこういうのとか大きさがあるので、そこら辺は自分の作りたいものに合わせて、鉢を用意していくと。太らせたいんだったらやっぱりこういうものに対しては若干大きめのものを入れた方が、大きめのものに入れた方がより太りますね。で小さいものに入れれば入れるほど根が回らずにね、こうキュッと締め込むっていうんですけど、小さいのに入れとくと締め込まれるので、早く古くなったりとかですね、幹が、この細いまんま維持できますと。で僕は大きいスリット鉢ですね、さっきのこれ使う時はちょっとこれだとね高さがありすぎるので、上のこの部分を切ってこんな感じで使ってます。あんまね上の高さそんなにいらなくて、盆栽用なので、一般的なそのスリット鉢って多分なんか何植えるんだろうわかんないけど、高さがねあるものを使ってるのが多いので、そんなに高さいらない場合はなんかこう上のとことかね、ハサミでぐるっと一周切っちゃったりとかして使うと便利ですね。で今回は、本当は培養をね一回メインにスリット鉢に入れるべきなんだとは思いますが、これでいこうかなと思います。それじゃあね、またここからはいつもの感じで入れていこうかと思います。鉢底ネット入れてと、どうしようかな。なんか普通に止めるか。ネットの止め方もね結構人によって様々ですよね。いろんな止め方あるので、自分に合ったのというか、好みでいいと思います。止まれば何でもいいんだろうと僕は思ってるので、で一応ネットもね表裏あるので、見づらいな。いっぱいボコボコしてる方をこうね表にしてこのまま入れると。できるだけ平らな方を下にします。はい。それしか説明のしようがない。でですね、たまに鉢の中にはこうやって針金を通す穴がちゃんとね作られているものがあってですね、その場合はここにもちろん針金を通すので、さっき鉢底ネット止めたじゃないですか。ここでこれと被らないようにこうやってね十字にこうなるようにしてあげるといいですね。針金の上に針金を置くとですね、やっぱちょっと緩みやすくなっちゃうので、ここに被らないようにこういう感じですねつけてあげれるといいかなと思います。こういうことですね。下のネットを止めてるのとこれから木を止める針金が被らないように、乗っかったりしないようにすると止めやすいですね。よいしょ。でいつも通りゴロ土入れまして、であとは赤玉とね桐生水を混ぜた小粒の土を僕は入れてきます。ちょっと最近ですね配合を変えまして、前は赤玉7、桐生綱3とか、82とか73でやってたんですけど、だいたい55にしました。一応目的があって、うちの棚はですねこういうものでも比較的早く乾く、よく日の当たる風通しのいいとこなんですよ。なので理屈としてはもっと赤玉増やしたりとか上に水苔乗せたりとかして水切れしないようにすべきなんだとは思いますけど、あえて逆に桐生綱をもっと増やして乾きやすくすると。でその意図はですね、
僕の場合は、どうしても日中仕事に出なきゃいけないので盆栽見れないわけですよね、その枝は。なので、水切れ対策としてほぼ夏とかあと5月もそうか、暑い時は、腰水って言ってですね、いいのがないいいのがない、これを、プラスチックの器としてそこにこうやって鉢をボンと入れて、水がねこう下のこのなみなみ、なんつったらいいんだろう、この縁のとこまでなみなみあるとして、そこにジャボンと乗せといて、で仕事に行く時はそのなみなみにしておいて、帰ってくるとちょうどなくなるぐらいにしてあるわけですよ。でそれが完璧にそうだなできるようだったら、できれば4時ぐらいには、午後4時ぐらいに水なくなってて、もう2時間ぐらいでこの湿ってる部分がしっかりね乾くようにできたらいいんですけど、もちろんそんなことはできるわけがないので、全部の鉢で。6時とかでもまだちょっと湿った状態になってることがあるわけですよ、帰ってきて夕方ね。でそこからできるだけ本当は早く乾かしたくて、あんまりずっとねそのビチャビチャこう湿ってると、なんか黒っぽいね、なんて言ったらいいんだろう、なんかいろいろ溜まるんですよ、ゴミがね。湿ってることによってカビも生えるし、変な風に苔も登ってくるし、このね幹の間をねこう上へと登ってくるんですよ。そういうのもあるので、できるだけ早く乾かしたくて、その配合をねわざとすごく乾く棚なんだけどもっと乾く配合にするっていうのを今年はちょっとやってます。はい、以上説明でした。戻ります。さあ、じゃああとは入れ込んでいきましょう。一応ねさっき切ったとこ、この太いとこ切ったとこですね、根もそうなんですが、土の中に入らない部分については、大きく切ったところはこうやって融合剤塗っといてあげるといいですね。根の部分もですね、すごい太いのをいきなりドカンと切った場合、例えば取り木とかですね、こういうところを取り木していきなり切って、そこは地中に入るんだけど切り口は木に対してすごく大きいっていう場合はやっぱ塗っといてあげるとね安全です。ちょっとね今回はそんなに根もなくて、針金縛って留めるっていう感じでもないので、今若干融合剤に針金が融合剤につきましたけど、なんかくるくる巻いて留めるようにしましょうか。今回ちょっと幹にくるくる巻く感じにしました。でこの状態にして、この部分がですね元気にかっこいい曲になってくれることを祈って、あとはスーッと伸びる感じでねやっていこうかなと思います。じゃあこんな感じでいいかな。ちょっとゆっくり見てみましょうか。はい、できました。こんな感じになってます。なんかね今自分でゆっくり眺めてたんですけど、あれなんか角度間違えた気がするなってまたまた間違えた気がするな。なんかちょっと違う気がするけど、そうなんかちょっと違うのがね多分後で味になったりすると自分に言い聞かせながら今日は終わろうと思いますあとね、じゃあここまでいったら、パッケージがもう汚くてなんだかわかんないと思うんですけど、ストレプトマイシンだったかな、消毒剤ですね。これを希釈して、上からね水やりのようにこうやっちゃってもいいし、さっきのねドブ漬けですね、もうちょっと大きなのに入れて、プラスチックの容器とかにこう水ねちゃんと希釈して入れて、その中につけてもいいし、一応消毒をした方がねいいと思います。で他のね動画とかでキミさんという方のあるんですけど、その中でキトサンと木作液か、畜作液でもいいのかなを使うっていう方法もあったので、そっちでもいいのかなと思います。ただ僕はこれにしかこのマイシン使ってなくて、もう全く減らないので、こんな量なんだけどこれ1000倍とかにするので全く減らないんですよね。なのでしばらくはこれ使い続けると思うんですけど、そういうやり方もあるのでそっちも試してみていただければなと思います。どうですかね、ポットの苗を処理するのって結構めんどくさくちゃんと映りました？僕がサラサラっとやってるから簡単そうに見えてたらちょっと申し訳ないんですけど、実際自分でポットガッと抜いてねこうほぐしながら根を見てて、どこを残したらいいかなとかってちょっと多分悩むと思うんですよ。なので最初のうちは、さっきみたいなポットじゃなくて
そもそもね鉢に入った誰かがちゃんと処理してくれたようなのをやった方がいいと思います。で慣れてきたら、そういうのに挑戦したりとか、そうだな、そう失敗してもねさほど痛くないほどの値段ではあるので、大人だったら800円って安いじゃんって感じだと思うので、高校生とか大学生だとちょっときついかもしれないですね。ただ自分でね好きな形に作れるっていう、魅力はあるので、ぜひね試してみていただければと思います。次回はこっちやろうと思うので、こっちはね本当に抜いてポッと抜いて周りちょっと切って、それでもう一回入れるっていうだけの簡単なやつになると思いますんで、そちらとね比較してみていただければと思います。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。